つも感謝はしてますよ。感謝してるし、環境の違う中に来てくれて、もうありがとうだけかな。ありがとうです。頂点唐辛子でドロちゃん。はいよー、ドロちゃんねー。はーい。この辺はもう一番最初だけは値打ちあって。鶏ガラ豚骨。じゃあ豚足。ほんでもみじね。甘といえば豚足。この豚ガラね。豚ガラ唐辛いうかなんかなんていうのこれ。ロース骨っていうんだけど。ロース骨。はい。お米ですか？うん、もち米な。もち米。1回目はこの骨を柔らかくする。圧力釜でやるわけですね。1回目の朝一番するやつね。もうこれさやったなあとはちょっと。これさやってる。のんびりはおかしいけど。これな、人参のな、この人参のひげだろ。はい。人参のひげを入れることによってな、スープがな、やっぱええねんて。たまたま漢方薬の本読んだんや。入れろって書いてある。オイルの書いてある。へえ。ガツのピンチ。これ可愛い形で。かわいいな。粒だと発泡剤ね入ってんの。これもとりあえず焼き豚や。焼き豚。焼き豚の私この何ていうの、まあ焼き豚というよりも西洋料理でモンドボとかなんかどうスープの時になんかビリから本当多いでその前に野菜が置いてるやんか。はい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 。オーブンで見たことある？はい。それをスープにこう入れるやんか。はい。あれおお、これ中華鍋でやる。おこれな。ね。このドーム新しくなりましたね。それからな、売ってへんかったら買い作ろうか思って結局なんやかこれで一番安くついたかなもう。ああ、僕さんより。えバットより。こっち買ったんや。戻して、もう一回やるわけです。そうそう。あれかい。しゃもじ。メインのちゃんぽんのあれやろ。豆腐
から来てくれるわけやん、お客さん。ほんなら普通のちゃんぽんやんけみたいな感じで人と同じことしとったらいかんのと思って。あ違うねんな、既製品と。これそうこれのためにこのドロちゃんいうのはあまちゃんの別のドロちゃんな、これのためにやったんや。これはな、おろしたニンニクが美味しいんだ。おろしたニンニクとみじん切りしたニンニクを両方入れる。あ、そう一番マスターすらないするって約束したの。タマが吸ってるんですか。はい、結局まあ忙しいからしゃあないね。サラダを入れてきましたね。あれだな。面白いです。女子がすごい好きなことにびっくりした。カップルであまちゃんとドロちゃんやったらドロちゃん女の人やの。8割ドロちゃん女の人やの。と思って。まあいいよね、カップルだからニンニク好きやからいいよねって言ったのが今は通じる時代なんやな思って。はいはい。まあええなあ思って。二人とも食べちゃうのね。そうそうそうわかんないそうですけどね。女性人気なんです。それは私は意外。もっとマスターみたいな男性が好きなもっとね。上手喋れるよ。何がおもろいかな思っていやいやいや。これなんですか。これだからさ2つ合わさったの。あおろしたんとさっきの粗切りとをラー油でこう混ぜる。でドロちゃん卵焼けたらこれをポンと乗っけてラー油をかけると店のドロちゃんができる。だからこれがマサはこれが大好きやからね。ドロちゃん作ったみたいな。はい、そうそう、そっからですね。ニラの青いのとはい。可愛らしいやろなと思ったら見えない。見え全然見えへん。可愛らしいな思ってやったんやけど4人でやる。まあでもな。いやはい。ぼちぼちな。ここで混ぜたらな。ああ、金ね均等になるかな。え？ちょっと入れる。あれは多分スープか。スープ入れると、やっぱ肉汁がじわっと出る感じ。それは出えへんねん。俺もそう思ったんや。これなんで入れるかってうち巻き方がなちょっと変やからな。ほんでこんなした普通の餃子のあんこやじゃあそれがな、あんまり美味しないんだ。あスープ入れた方があ、旨味が足される。こうかとね肉汁出るじゃあ出るんかな思って。これすごい特殊な包み方じゃないですか。いやそうでもない別にそうでもない。違うよ、一般的な形じゃないですあいいよね。ちょっと薄い皮で。その可愛らしいな可愛らしいなじゃない。なんちゅうんですかね、この自分でそうやって考えてちょっとやってみようかみたいな。そんな思ってこの形なちょっとええ感じや。最後な
きちっと結ぶ方がええねんけど、やっぱしこれやからどうしても蒸気が逃げちゃうねんな。いつでも大丈夫ですよね。うん。いやでもな、この中華料理屋のな、スープはな、清湯ってあれよ。わかるよな。鶏ガラのスープ。清湯。あれがな、負けることできへんの。だから3000年の歴史あるからな。そうですね。な、歴史が。やっぱラーメンって日本の文化やから、50年かそこらやろ。そうか、そうですね。そんなに経ってないですよね。まあ、うちの店は鰹節や日本人アレンジしましたって言うけど、その30年俺の見習いの頃こんなんしたら何してくれてんねんの話だった歴史が浅いですよね。まあそれはでも昔からやってますって言われたらもうしゃあないからな本当ですかってなってあれ一番スープなこれな。そうですよね。どこや九州のなんか鶏鍋よ、あれなんか丸を何時間も炊くらしいやん、蓋閉めて内臓もそのまま丸のままね。丁寧にこれをするんだよみたいな感じでなってるから。マスターが好きにやれるのもママさんのおかげだと思ってますね。素晴らしい。本人が思ってくれやんといかんですよね。よくそれはまあ分かってると思いますけど。なんて言ってうなずいてますね。それからあとはもうあとはもうこれで。あとはもう最後に両面やらな。そういうことですね。そのなんていうのすぐ売ってましたって言ってるよなお前さいろいろ入るんですね。いやこれが一番大事。一番大事。この山椒この山椒は高い山椒
もうその船はこう、そこから温度を上げてます。いきなり熱なんてもう焦げてます。焦げてますね。高いんやでこれ。高いです。これ何？これやったら赤い麻婆豆腐やろ。はい。これ入れるやろ。黒い。これはなんか。うわ。高さの店の。黒麻婆で。黒麻婆な。緊張してますよ、悪いずっと。悪いです。昨日からおかしいです。昨日からねはい。滑舌は悪いけど、楽しそうに喋ってますね。これが出来上がりました。上がります。一応グラグラ言うてるからチェック。座ってお待ちください。順番にお伺いしております。いらっしゃいませ。すいません、すいません。満席のお持ちいただいてよろしいですか？申し訳ないです。お願いします。はい、おきり。すいません、お願いします。さあ、わかんないな。はい。ごめん、ちょっと待ってな。どうしよう。こうや。はい。お願いします。ありがとうございます。またお待ちしております。おきりー。
とうございます。ありがとうございます。あらっしゃい。ありがとうございます。おきり。またお待ちしてます。ありがとうございます。娘さんが入れてくれてましたね。亡くなってたから。いつも入れてくれる。足な、バンな、こんな感じですよ。どうぞ。はい。はい。ちょっと入ったかな。はーい。はい、おどろちゃんです。ありがとうございます。おっきり。まず長年
一緒に働いてきたと思うんですけど、奥様は支えがあってここまでやってこれたのかなと思うんですけど。なあ、いつも感謝はしてますよ。感謝してるし、ね、まあ今年で30年からね、環境の違う中に来てくれて、ほんまに感謝してます。つい最近ちょっと人とちゃうなって自分で分かってきたから苦労したと思いますよね。ほんまに申し訳ないのかね。もういや、もうありがとうだけかな。ありがとうです。ほんまにありがとうございます。すみません。よう一緒になってくれてね。そうですね。ほんまに感謝してくれた。まあ怪我もするけどな。服が膨れるだけやろ。いやいやいや。ほんまに膨れた。なんかあれやろ、学校で班とか決めるとき、班長とか次長とかあれやんか、なったことなかったやん。そうだからこういう依頼があった時にみんな嫌っていうのにそれをネタに「だからな出たいねん」っていうそれよかったな、しばらく自慢できるな。それまですいません、セットこちらお貸してもらっていいですかね。お待たせしました。商店唐辛子これでドルちはいよ、ドロちゃんね。見た目は雑やけどすごい生地も出し取ったりとかこんにゃくとか筋もちゃんと出し取ってアク取ったり。じゃがいもがいいですね。いやこれね食感をちょっと残すんです。熟成するような芋をわざわざ所有してるんですよ。見ないです、こんなの。砂ずりする。砂ずりか。すごいほんまにいいやつ。なんか鉄板焼きみたいな。あ、そうです。これも基本生食でいけるようなやつが多いですね。だからちょっと違う。あんまり儲かんへんけど、高すぎて。だから刺身で売ったらめっちゃ儲かりますよ。こんだけ500円で500円しね。あ、そうか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 。本当は。そう。もうね、ちょっと古いのだったらスーパーで売ってるのともっと安いですもんね。あ、そう。ちょっと一応ちょっといいアスパラです。でかいですね。でもちょっとうちにしては細いですけど。あ、そう。
そんなに火入れないもう嫌だバターは高いんですけど結構アホで出ますけど、その方が美味しいですよ。日本産の時は原価率が高いんであんま儲かんないですよ。もう60%とか70%ぐらいかかってる。あんま儲からなくてもだって砂ずりも高いんであんま儲かんないです。原価倍以上かかってると思うんですけど。うちの焼きそばの麺は小麦しか入ってなくて、小麦しかない。はい、コシと甘みが違いますね。うちの方が麺はもちもちしてるし、茹で時間も長い。麺の小麦の甘みとかはちょっとうちの方が強い、断然。うちの方が茹で時間が長いんで、茹で時間が長いっていうことは提供時間が長くなるけど、ラーメンとかもあれなんですけど、帰ってきたら結構回転率を上げるために早く入れて早く帰らそうするんですけど、大手ラーメン屋さんめちゃめちゃ売り上げ変わったりするんですけど、うちはすごい茹で時間が長い。ただやっぱり長いけどやっぱりアルデンテの時間が長いと思うんです。鉄板で食べられたらめちゃくちゃ美味しいと思います。ちょっと若い人やったら固めに仕上げるし、年配にしてやったらちょっと柔らかめにして、絶対基本なんですけど、若い人ってバリカタとかラーメン食べますよ。時間があったら柔らかめにしてやる。生の式って肉の式なんですかって言ってるんですよ、勝手に。なんか昔の本とか書いてあったんですけど、有名なお好み焼き屋さんってみんな生のなんですよね。だからあとはなんかボリューミーでキムチとか筋とか入ってるんですけど、でそういうところをのお好み焼きはちょっとしてるんで、ちょっとボリューミーにしてますね。キャベツですね。ちょっとごついで季節によってキャベツの質とかによって切り方を変えます。変えてるんですね。2月なんで、2月中旬ぐらいが1年で一番美味しいキャベツが多いことが多いです。天かす、生姜、特製の粉。ちゃんといろんな出汁取ってます。なんかネバネバしてますね。ネバネバして出汁ちゃんと出してる。お好み焼きはちょっとちょっとざく切りみたいな感じなんですけど、野菜とかキャベツとかのこういうシャキシャキっていう食感を出すような焼き方で、野菜のキャベツの甘みとかは多分よそと全く違うと思います。ちょっと焼けてるか焼けてないような感じです。でうちのお好み焼きはちょっと粉が少ないから、見た目が悪いんですよ。やっぱり粉がいっぱい入っとったら穴が全部塞がるんで、だからうちのお好み焼きは全部ちょっと不細工やから卵かチーズか絶対乗ってます。20分ぐらいです。すみません、ありがとうございます。水麺キムチ、聞いてる水麺キムチ、油かすとネギ焼きの海鮮肉とそう出ますね。ここのキムチ屋さん本当に美味しくて、ちゃんと発酵時間を計算してるキムチ屋さんで、僕もなんかずーっとキムチ食べられたけど、なんかもうここのキムチが一番美味しいです。美味しいとこいっぱいあったんですよ。夏だけ冬だけ美味しいとかね。
なんか夏場はまずいとかね、いろいろやっぱり癖があるんですよ。そういう癖がね、いろいろ癖があるんで、はい、この人はもうすごいこだわってはるんで。ネギ焼き。ネギ焼き。寂しいですな。好きな歌手のは誰なの？見てきますよ。お客さんの分は鉄板の上でお好みにかけます。あと持ち帰りなんで持って帰られたら味が薄くなるんですよ。はい、だからちょっとここでは強めにしてきます。もう一回最後ちょっと強めにしてきます。そんなんしてればいいじゃない。やり忘れたからそこに置いとったんだよ。今ね、なんかこんなにソースかけない。外にはみ出した方が映像が美味しそうです。匂いもいいです。そばとご飯が入ってるんですよ。そばとライス。ご飯が入ってる。で、これちょっとお任せなんで、はい、トッピングはいつも豚と油かすにしてるんですけど、はい、これちょっとコース料理がまだ何作ってもいいんで、ちょっと美味しいのはてっちゃんと油かすを入れたらすごく美味しいんで、で多分30分ぐらいいくんですよね。ご飯とご飯が入ってますね。はい。こうしをして塩を入れます。でそばをそう分かりやすく言うとそば飯がビビンバで、それでこれは石焼きビンバです。どっちが美味しいかって言ったらパリパリしてるんで石焼きの方が美味しいですね。そういう感じです。でもこれ生麺なんでうち水すごい含んでるんで、パリパリになかなかならないんですよ。普通のそばは極端な話そばお水入れて水分膨らますぐらいですよ。はい、うちの方やったらもう 5分ぐらい入れてるから、はい、切り刻でなかなか水分飛ばさなあかんから、ちょっとごま油入れますよ。筋と油かすね。すごいですよ。めちゃめちゃ。でこれ多分30分ぐらい焼くんで。25%か3割ぐらいはちっちゃになりますよ。どんだけやつでも。でも食べた時食べれるわと思っても、後で胃袋の中で胃膨れるんで食べれないです。
後で絶対ちっちゃになったと思っても多分色が絶対でかなるんでそういうことです。そういうことです。で忘れた頃に出来上がる。そうもうスポーツ選手でも100キロぐらいある人でもなかなか苦しいですね。現役やったら食べれるけど、元とかやったらしんどいです。でみんな見た目でこれ食べるって決めるんで、そうだからこれって切り刻んでお米ってふわっとしてるから食べるんですけど、切り刻んで炒めて作ってるんでむちゃむちゃ重たい。なるほど。30分後見越して今作ってる。あ、そう。こいつはちゃんとカツオの出汁で取って一晩ぐらいでアク取ってから出してこんにゃくです。結構手間かかりますね。すごい。塩コショウ。海鮮みたいなもんです。まずいって言われることはめちゃめちゃ豪華ですけど、これ。これ海鮮炒めた最初のコースの前菜みたいな。これでシンプルに味付けを。塩コショウだけですよ。まだブリと心のハーフ&ハーフ。おまかせなんで、だけだら全く分かんないですよ。どっちが今は分かるけど。せっかく両方入ってる。てっちゃんキムチ。豚キムチみたいな。なんかタッパーに入れた方がいいかな。3で入ったら3人前ですね。1人前で美味しいんで量出ます。これ筋ですね。硬そうやから、ちょっとやっぱ筋なんで柔らかいところと硬いところ。いろんな食感を。そうやっぱりね。これはそんなに硬くないから。雨降ったらね固まるんですよ1日で。湿気があるから多分気使う。だから夜閉まってるからすぐ固まるんですよ。ポンってやったら。ここが豚のチーズのこれは値段まだいいで、まだちゃんと
焦げてるはず。もうちょっともう。これ多分ね、まだ30分以上やってる。そうですね。大変ですよね。まあどうしようかな。そうですよね。あ、違う違う、あれ6人で食べるから具を多くする。そんくらいすごい。極端なやし、これ2倍あるんで、これやったら2枚焼かんでもいいんですよ。これの方がでも量多いですよ。これパッと見食えそうでしょ、この状態だと。卵干してデカのところなんで、これがめちゃくちゃですよ、こんなところ。一応刺身用の胸肉なんですよ。で、あと鉄板の上でチーズと絡めて、いくつそうなんですよ、あいつ。いくつそうです。さすがにこれやばなってきた。頑張ってる。筋とキムチゴツゴツもしか入れてないんですよ。絶対崩れない。あと筋と油かすとかね。もう入れたらあとネギも入れたし。美味しいから結構2つとか用意1テーブル。こんな適当なトンペやけど。美味しい。これ一番な。じゃがいもがいいですね。いや、これじゃ食感をちょっと残すんですよ。でこの芋もちゃんと熟成するような芋をわざわざ処理してるんですよ。熟成したり。ガーリックライスってあ、それ2番ガーリックライスアスパラバターチキンこれね、醤油で食った方がうまいです実は。名前はなんていうの？これもうだから適当に作ってる。じゃがいも入りみたいな。じゃがいもにキムチなんかこれも奥が適当にまあこの人は別に何でもソースの料理だから。またそので出したら隣の人はこれちょうだいってそう見ててうまそうでしたもん。うまいです書き取ってよ。
見た目は雑やけどすごい生地も出し取ったりとか、こんにゃくとか筋もちゃんと出し取ってアク取ったりいろいろしてますね。食感がしてます。小麦粉もあんまり入れないです。入れないですね。お待たせありがとうございます。すげえな。ちょっと待ってください。伺います。二郎麺550、ニンニク少しで隕石、ヨタです。3番55です。1週間に5日ぐらいは。5日にぐらいは。いいっすね。電話もらって。なんか番号覚えちゃいました。あ、この番号この人やって。あ、交番の人や。で今のメニューがまあ塩だけになったんですけど、まあ、金曜、まあ、醤油が結構予約とかでなんか醤油とかで、まあ、前のメニューで注文される方が多いんで、醤油を今、金曜日の夜と土曜日曜の週月はここの店醤油もやってます。今日は塩と醤油が両方食べれる。これ醤油ですか？これ塩です。塩ですか？はい。大体まあ忙しかったら普通に1日でどれぐらいやろ、これ6キロなんで、これが何タッパーぐらい4タッパーなんか忙しかった。まあ昼夜で2タッパーは少ない。なんだか24キロぐらい。そうだね、忙しくなくても1日昼で2タッパーとかはまあ昼で2タッパーぐらい。通常で。これをね2時間、まあほんま最低でも2時間つけて、2時間つけとくと。で粉つけてまた置いといて半日ぐらい。1日何回もやるんですか？これじゃ持たないですね。そうですね、持たないですね。持たないですね。みんな唐揚げ好きですね。いや、あんなすごい量食べれるねんなって思う。そうね、一人で食べるんかなって思っちゃいますよね。ねえ、そんだけあると。ご飯も山盛り。すごいなって。分けて食べてるかもしれない。
ああ太麺でいいですよね、食べ応えありますよね。これニンニクっす。二郎系の。二郎系のいいですよね。大量のこの量って1日ぐらいでなくなっちゃうんですか？いや、一時じゃなくなるね。そんなにメガ盛りの二郎系。二郎は出ないですまあ、うち唐揚げがメインですよね。メインなんで、でもウーバーとかで結構ねあそう、かなんか出る日はその二郎の二郎の混ぜそばとか、はいそうだからニンニク使う人は、どういう人が買いに来るんですか？主婦の方とか買ってくるんですか？ほんま周りのお店の周りの方とかだったら主婦さんとか、おお。あとほんまに、近くの会社の人とか、はいで結構常連で来てはんのはおまわりさん、おまわりさん？他にこうおまわりさん食べそう。交番の人とか、交番の警察の警察の方。 1週間に5日ぐらいは5日にぐらいは予約でいいっすよね。電話もらったりもうなんか番号覚えちゃいました。あ、この番号この人だみたいな。あ、交番の人やって。よく出る料理っていうのは何になるんですか？やっぱ唐揚げ特製唐揚げです。弁当ですね。これはもうで味付けがちょっと違うってことですかね。もともとは一緒。ね、うち唐揚げがいたももとはい。胸があ、胸と。なんですけど、このタレかかってる唐揚げは、まあいった基本がベースの唐揚げにはい。いろんなソースをかけるみたいな形で。まあでもこれだけちょっと違うってことですね。じゃあこれと一応ナンバーはあ、何番。これナンバーは胸なんで、あまあでもこの中で出るのほんまにこの特製唐揚げ一番出るのは唐揚げですかあ。ね。はい、食べすいません。いらっしゃいませ。ポイントでナンバー8個、ポイントでハンバーグセットを2枚で握らせて。塩と塩3個でお願いします。いや、この2個いっぺんにいきます。唐揚げあと1分で終わります。予約の醤油って何個でした？ 2 個でしたっけ？はい。唐揚げです。これ350です。45です。はい。
何グラム？これメガ盛りです。メガ盛りです。はい。これが。1個で多分4、5分かかるんですけど、2分1分これ取ります塩あります。閉じあり。チャーシューのなんだ8個ね7個6は2個ですよタルタルコン置いてもらって。ああ。はい、じゃあ、いらっしゃい。いらっしゃいませ。辛麺塩3号、醤油3号です。これ銭湯すぐ出してください。そうです。はい、できてます。袋3つになってますんで。はい、お願いします。でしょうか。辛麺2つ。はい、醤油です。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ガブタ3番でお待ちのお客さん。はい。以上で。ありがとうございます。二郎麺550、ニンニク少しで隕石、ヨタです。じゃあ。はい、こちらです。
すげえな。ありがとうございます。番号札5番でお待ちのお客様、お待たせしました。醤油味もやってます。塩か醤油どちらか選びます。醤油で。はい、醤油。9号です。あとエビフライ2本。多いですよね。950ってことですか？そうです。はい。梅干しの意味がないです。この地域にそういう弁当屋さんっていうか、まあ、そういうメガ盛りのお店がなかったんで、結構オープンしてすぐはやっぱりめちゃくちゃお客さん来て、はい、まあ場所から道路沿いなんで結構トラックとかダンプの運転する方とか、まあ、もちろんお店の近くの方が多いんで、まあ言ったらがっつり食べるとかよく食べるお客さんっていうのが多かったから、まあそういうお客さんにはやっぱり何回も来られてたりとか、じゃあこの値段でメガ盛りまでいける、まあ、お得感っていうのがやっぱりお客さんにはヒットしたんですかね。ライスローバー炊飯中の部分がもう蒸らしに移ったらとんかつ1枚ソース弁当出せますか？ホルドンと唐揚げの2人のです。
後です。簡単でいいことですよね。皆さん肉あったらこれだけぐらい。ごめんなさい。多分量の多いやつないと思う。サンドとチキンライス。何作ってるんですか。これねチキンライスなんです。すいません。ありがとうございます。お電話ありがとうございます。やっぱりうちのお店の売りが、唐揚げと唐揚げご飯のメガ盛り増量無料っていう部分と、あとうちラーメン屋が系列っていうのもあって自家製麺使ってるんで、やっぱそこは美味しいっていうのをやっぱりお店としても推してやってるんで、ぜひねご飯メガ盛りとかでぜひ頼んでもらいたいのと、唐揚げも大きいサイズ、通常の唐揚げよりもサイズ大きめで、ちょっと頑張って出してますんで、毎日食べれる飽きのこない唐揚げっていうのを出してるんで、よかったら、ここ以外にも西中島と吹田にもあるんで、ぜひお待ちしてます。小学校の子が来て友達と半分ずつ出し合うの見てたらなんかかわいそうやな思うし、仲いいですよ。その喧嘩する元気もないですわ。もう年いったそんな年いったら。1年ぐらい行った保育所。誰？孫。お姉ちゃんの子供。息子も甘い。
2代目ってことですか。はいでこのおばちゃんは結婚してから手伝ったから52年手伝ってますね。奥様綺麗ですね。どこなんがでどこどこが目悪いんちゃいます入会してから甘辛手帳やけどね、知ってます知ってます。これもう大昔のやけどこれね昔こういう町やったんですよ伊丹に。でこれ乗ってんのこれが親父なんでこのおばちゃんあのおばちゃんいやいやもう綺麗なお姉さん。それでね出たりしてへえ。でこういう店にこれ三笠大昔10個160円の時代のやつがこれもうだいぶもう何十年も前だけどねすごい時代ですね。こんな時代に出たんですよ。こんなのがあった。地震の前阪神・淡路大地震の前にね放火でね28軒燃えたんですよ。大変。放火なんだ。放火なんですよ。向こうに市場が2つあってこっちに1つ市場あって全部全焼なんですよ。うちは前でね棟が違うからうちは燃えなかったんですよ。よかったですね。はいだからこれ全部もう焼け野原やな、なりまして、はい、だから両方にねずっと店があって一応上アーケードもあったんですけどね。そういう時もありますか。はいそうなんですよ。どうぞ先食べてどうぞ食べてください。55年一緒にいてるからね僕もともとサラリーマンですから。じゃあ奥様の方が長いんですか。そう奥さんがもう結婚してから手伝ってるからここ手伝ったんですよ親がしてはったから52でそれから年ですずっとだから52年です。52年やってて、じゃあご主人は後からこうそうです入ってきたんです後からです。退職してからってことですか。はいあ、じゃあもうこっちはベテランなんです。そうです別なんです。だからやっぱり何回かしてたらね焼けて穴が開くんですよ。はい月1回掃除するんですけどね。はい、元の銅板の色に戻るんですよ。綺麗な色に。今ちょっと汚れて状態悪い時いけないな。いやいやいや綺麗な状態でよ。これも年季入ってこれますね。はもうこれはずっとずっと。ずっとやから、60何50何年か60何年か使ってます使っね。てます、こっち側はもうやり替え何回もやり替えてます穴が開くから10年2回ぐらい変えてるんかな、もう出へんからね。別注なんですよこれは。へ深さとか半径直径なんぼいってもう連昔絡しからて。やってる大きさのそうそう。あれでしてもらってるからえ。ないですもんねこの今大きさはね。だから楽でしょもうこのくらいですもんね。そうそうですね。あ、じゃあもうご主人ももう子供の頃から食べてたわけですね。じゃそうですね。あたこ焼き食べてそう。はいはい。手伝わされてましたわ。いつぐらい小学校とか。いや僕がね始めた親父が中学2年からなんですよ。その時からだから三笠のまんじゅうを焼いてたから三笠屋いう名前なんでそういうものを食べなくなったんでねケーキとか出てきてほんで粉もんに何年かして切り替えたんですよ。はい土曜日とか日曜日だったら家族で食べるからやっぱりたこ焼き100個とか150個とかあとおそばとかお好みとか全部こうで変えられますもん。はいですけど夏も大変なんじゃないですか。夏は大変ですよ。もう汗びしょびしょですよ。本当に。汗がねもう毎年いやこれ体もつもうつかないで毎年言うてますもん。最近暑くなりますからね。ほんでずっと置いといてあんまり硬くなったらもう売られへんからね。これたこ焼きって難しいですよね。難しいですね。お客さんが来てから焼き出すのは間に合わない。間に合わないですね。もう祝いで帰る人がおるからねやっぱり。仲睦まじい感じです。みんなお客さんよう言うけど家から喧嘩してまんねんねっていう。夫婦はその喧嘩する元気もないですわ。もうほんま年いったそんな年いったら。
そんな元気もないですわ。小学校の子が来て友達と半分ずつ出し合うの見てたらなんかかわいそうやな思うし、あんまりね今でも260円、半分で割っていてやって食べやんでね、5個ずつ食べたりしやんの。僕らも初めねそんな塩でね食べるのがしないとお客さんが言い出してな案外いけるんですよそれが。あ、でも鰹節は乗っかる。はい青のりと。はい。あ、さっぱりしてていいですね。ポン酢はねネギをちょっと落として。はい。6610。ちょうどいい大きさに乗ってるんですね。うちもですよ。一緒でしたっけ？あ、で下地が一個しかないんですけど、うち3年やから。専門学校に入れてはりましたよね。ちょっとまだ下あるけど。いやでもなんかちょっと下あるんです。まだ家にお金入れて、受け取り金も娘さんに。全部カタカナ。
2つで。でこの前はな、ちょっと知り合いとか来て、秋田のもな、どっちがいい、まあ、手に職やろうがね。幼なじみは看護師なんですよ。あ、そうなんですか。飲んで喋ってると思われてる。うちの息子の親友がプロサッカー選手になって、J2なんですよ。僕も衆議院病院入院したけど、親切だったのがそうだ。最後のポリープとか聞いてみてさ、その日に終わった瞬間に腹減ったからおかいさんかうどん屋のダメですって言われて、もう姿見てましたよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さ、帰り北本町公園のゆりかちゃんに会ってさ、うん。あ、それで見たら、そうまランドセル背負ってるから、そうも1年生って言ったらね、めっちゃ軽い、ファミリアのランドセル。マジでランドセルあんねん、めっちゃ軽い、リュックみたいなの、これ、言うて。今日は誰か生徒来た？今日はいいですか、ありがとうございます。これね、なんか税金がかかれへんから言うて、なんか枠があるから言って入ったら言うて、ほないいですわ言って入ったら。なるほど、そうそう、死亡しない。だから、そらいで前の来たお姉ちゃん見てたら、まあ、それが冗談やけど、そらいで入ったんですよ。でも、いろんなものが来るから楽しいですよ。はい。僕はダジャレばっかり言うてみんな喜んでくれてるから迷惑なってああ、ほんまほんま。子供たちもここで思い出残りますもんね。そうですね。だからちっちゃい時おばあちゃんに連れてもらってきた子が今はもう自分が子供できて連れてきてくれますからね。まだはい。やっててありがとうって感じですよね。そうです。お客さんからしたら。
で今もこういう昭和の店がないねって言われるんでないないない。はだから写真撮らせてください言うてね、撮って帰る人見てはりますね。貴重です。い、昭和の店がないって言われるから頑張ってや言うけどもう年やから無理やでって言うからね